あんたもなんかお求めかい？売ってよし買ってよし、安くてその上質もいい弥勒移動商店だよ。おう、なんかご購入かい？と言いたいとこなんだがな。すまねえが今閉店中なんだ。弥勒さん？おや、静か御前じゃねえか。こりゃどうも。あらら、義経さんまで。お二人で鬼ヶ島までピクニックかい？静か御前の家出だ。これはまた遠いとこまで家出しましたな。静か御前もなかなか過激だね。もう弥勒さんたら笑ってる場合じゃないんですよ。神食いが出たんです。神食い？神食いが鬼ヶ島で復活し、桜島の方へ飛んでいったそうだ。いやいや、マジかよ。まさかさっきの地響きはそれだったのか。でもよ、神食いって古代の怪物だろ。ただの昔話だと思ってたぜ。実際にいたのかい？私ばったり会っちゃったんです。でもこの方が助けてくれてすごかったんですよ。これはまた静か御前、なんか引き寄せる運勢でも持ってるんじゃないかい？気をつけた方がいいぜ。弥勒、めったなことは言わないことだ。おっと失礼。壊された封印も直しに行って。そういえばあの女の人誰だったのかしら？女？はい、封印の場所にとても綺麗な金色の髪をした優しそうな女の人がいたんですよ。そういえばどうやって登ってきたんでしょう？そいつは変なやつだね。そういうわけだ。今避難命令が出されている鬼ヶ島に行け。そうか。また後で。調子はどうだい？何をしている？鬼ヶ島へ避難しろと言っただろう。いや、それがよ、取引相手の卸問屋とここで待ち合わせしてんだ。すれ違いになっちまうといけないからここを動けないし、あいつが来ねえと売るもんも売れねえんでさ。近くまで来てるとは思うんだよな。あいつ超絶方向音痴だから地図書いて渡したし。そうだ、あんた鬼ヶ島から来たんだよな。じゃあこの辺り詳しいだろ？名前。おお、悪いけどちょっと見てきてくんねえかな。俺はすれ違いにならねえようにここにいるからさ、見つけたら連れてきてくれよ。もちろんお礼はするからさ。すまねえが頼んだぜ。この通り。相変わらずの丸め込みっぷりだな。何にせよ機械
台ヶ原で迷っている行商人は放っておけんな。探しに行こう。呼んでくれて嬉しいです。
せん。機械ヶ原の中継所へはどう行ったらいいのでしょうか。私道に迷ってしまって。あなた弥勒さんから頼まれて。あーよかった。もう私どうしようかと思いました。わざわざありがとうございます。これで弥勒さんに商品を渡せます。機械ヶ原に来るのこれで10回目なんですけどね。いやいやありがたいです。怪物が出て避難命令。いやーマジですか。何が何だか分かりませんがついていきますね。頑張りましょうね。何のご用でい。おーサンキュー。おかげで店が開けるぜ。いやーどうもありがとうございました。おかげで弥勒さんに会えましたよ。ったくお前はいつも迷いすぎなんだって。何度目だ。ごめんよ。いやーでもまさかこんな騒ぎになってるなんて。そんなわけでありがとうございましたと。大騒ぎだろうがなんだろうが鬼ヶ島行って弥勒商店開店だ。こういう時が稼ぎ時ってもんよ。あ、そうだまだ働きさせるわけにはいかねえからな。売り物だけど例にこのマカタマよりをおろしたてだぜ。あんたには世話になったからな。特別安くしといてやるよ。鬼ヶ島に行ったら寄ってくれよな。頑張りましょうね。
係所にいた者たちは全員避難したか。そうかそうか、礼を言うぞ。鬼ヶ島に封印されていた神杭についてちょっと調べてみたのだ。そこには200年前に姿を現し、神とこの島の鬼により封印された5つの頭を持つ竜のような神杭について記されていた。5つの口から吐かれる炎は大地を焼き尽くし、長い尾で一度に100人を吹き飛ばしたとか。その恐ろしい神杭はティアマットと呼ばれていた。この神杭が再び放たれてしまえば、必ずや強大な力で破壊の限りを尽くすであろうと文献では締めくくられていた。お前に頼みがある。これはとても重要な役目だ。よいな。我らの島より飛び立った神杭を野放しにしてはおけぬ。そして昨今各地ではまことしやかにささやかれている神杭の復活の噂。お前に神杭退治の旅をしてもらいたいのだ。情けないが私はもはや戦うことができぬからだ。島の者たちも近頃では武器の扱いもわからぬ者さえ出てきた。実に嘆かわしいことよ。しかしお前は違う。私にはわかるのだ。お前なら天を削き地を割る力をも手に入れよう。その力、今こそ世のために振るう時ぞ。可愛い子には旅をさせろと言うしな。もちろん私もできる限り手助けしよう。何せ相手は古代の。その神杭退治、私も行きます。そんな恐ろしい怪物に立ち向かうのを指をくわえて見ているだけなんてできません。少しでもお役に立ちたいんです。それにとても大切な髪飾りをあの神杭に取られちゃったんです。取り返さないと。ひょっとして用事ってそのことなのか。ダメだ、そんなこと絶対許さないぞ。神杭が心配なら代わりに私が言ってやる。髪飾りも必ず取り戻す。分かってる。でも自分で行かなければ意味がないの。そんなわけあるか。なぜそんな無茶なことをしようとするんだ。君がそんなことをする必要なんかどこにもない。君はお姫様なんだぞ。そうだね。私は箱入りのお人形。でも気づいちゃったの。聞いて、義経ちゃん。私は何不自由なく育った。望むものは何でも手に入ったし、世界はみんなそうなんだと思ってた。でもこっそり外の世界に行ってみるようになって、全然違うって知ったの。妖怪や悪い人が村を荒らしていたり、貧しい子供たちにも出会った。それでもどんなに辛いことがあってもみんな一生懸命笑って生きてた。私がいた世界は偽りの世界だったんだって気づいたの。カゴの中で目隠しをして耳を塞いでいたらいけないって思う。私本当の世界で生きていきたい。義経ちゃんたちと一緒に。そこまで言うのなら仕方ない。幕府としてもこのまま神杭復活を見過ごすわけにはいかないからな。義経ちゃん。しかし条件がある。静御前、命の危険が迫った際は必ず私の指示に従うこと。いいか、必ずだ。でなければ同行は私が認めない。義経ちゃん、ちょっと怒ってる？義経殿、良いのですか。静御前は家を出てきたのに将軍家の姫君が。ご心配は無用です。静御前も武術の心得はある。それに私がついていく。彼女に傷がつこうものなら神杭など私が逆に食ってしまおう。それに可愛い子には旅をさせるんでしたな。責任は重大ぞ。姫と武将と共に神杭退治だからな。さて、そうと決まれば外界へ行く準備だ。知っての通り、我ら鬼族はしきたりにより桜島から先には行けぬ。向こうへ行けるのは認められた一部の鬼だけだ。私から持ちかけた話だが特例はない。
お前を見極めるのは鬼族が太古より挑んできた鬼神殿に住む主よ。あやつは我々とは比べ物にならぬ巨体でお前を潰しにかかってくるだろう。だがお前なら超えられるはずだ。さあ行ってまいれ。見事打ち倒し外界への道を切り開くのだ。
かたじけない。どの武器を強化するんだ？やってみよう。任せてください。ではまた後で。元通り磨き上げてやろう。うまくいかなかった。すまない。精進が